どうもこんにちは。福山茂です。今回の YouTube のテーマは労働時間の基礎です。今回の内容について1. 労働時間、2. 休憩時間、3. 残業時間、4. 柔軟な労働時間の制度、これらについて説明していきます。1. 労働時間。まずは法定労働時間です。これは労働基準法で定められている時間のことを言います。原則1日実働8時間、1週間40時間までです。休憩時間は含みません。なので9時からだと18時までですね。ちなみに下記の事業は常時の労働者数が10人未満の場合は1週44時間まで可能です。それは商業、保健衛生業、映画演劇業、接客娯楽業です。私の職場9時から17時の実働7時間ですけどと思った方はおられるのではないでしょうか。それは所定労働時間です。これは会社が独自で決めた時間のことを言います。例えとしては1日実働7時間、1週間35時間までですね。今までの説明を図にまとめました。ここで大事なのは17時までが所定労働時間。17時から18時までは法定内の時間です。18時以降からは法定外になります。後でも活用する内容なので理解してください。2. 休憩時間。休憩時間は労働時間によって変わります。労働時間が6時間の場合は45分です。労働時間が8時間を超える場合は1時間です。休憩時間の原則です。1. 休憩時間は労働時間の途中に与えなければならない。2. 休憩時間は同じ職場の労働者全員に一斉に与えなければならない。これですが、接客業など一斉に与えるのが馴染まない業種や労使協定を結んだところは除きます。3. 休憩時間は労働から離し自由に使わせなければならない。なので休憩時間に電話番を頼まれた場合は労働時間扱いになります。3. 残業時間。労働時間外に仕事をする。これは残業ですね。先ほど説明した法定時間外に残業をするにはサブロク協定を労基署へ届け出ることが必要です。サブロク協定とは1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて、もしくは法定休日に労働させる必要がある場合、労働者と使用者との間で協定し、労基署に届け出る必要があります。残業の限度時間は一般的に1ヶ月で45時間、1年間で360時間を言います。やむを得ない事情のある場合は、特別条項の追記により延長可能です。今回は時間についての動画ですが、残業代についても説明します。その方が法定内と法定外の違いがわかるからです。先ほどの9時から17時までの職場で19時まで残業になりました。17時から18時までは法定内残業になります。なのでこの時間分の残業代は1時間あたりの賃金になります。18時から19時までは18時以降ですから法定外残業となります。なのでこの時間分の残業代は1時間あたりの賃金プラス割増賃金になります。4. 柔軟な労働時間の制度。今までは一般的な労働時間について説明してきましたが、近年は柔軟な労働時間の制度があります。まずは変形労働時間制です。一定期間内の平均が週40時間以内に収まっていれば法定内としてみなされる制度です。労使協定の締結と労基署への届け出が必要になります。期間は1週間単位、1ヶ月単位、1年単位があります。換算期と繁忙期の差を調整できるのがメリットです。例えとしては、第1週は暇なので9時から17時の実働7時間にします。第2、第3週は9時から18時の実働8時間の通常通りです。第4週は月末の書類が忙しいので9時から19時の実働9時間にします。といったのが変形労働時間制です。次にフレックスタイム制です。これは労働者本人が自由に出勤や退勤の時間を決めれる制度です。1週間平均が法定時間内です。
条件としては届け出は不要ですが、労使協定の締結が必要です。あと、就業規則の記載が必要です。コアタイムは1日で必ず出勤している時間のことを言いますが、これを決めているところが多いです。例えとしては、コアタイム10時から15時の場合だと、7時から16時でもいいですし、10時から19時でもいいとなります。ちなみに22時から5時は深夜手当を払う必要があるので注意してください。職場の業態や内容規模によっては柔軟な労働時間制度の採用をすれば業務が円滑になったり良い人材が集まりやすくなります。今回は労働時間の基礎について説明してきました。人生の時間の中で多くの比重を占めるのが労働時間です。自分の働き方や職場の再検討をするのにも参考にすればいいと思います。今回の内容が皆さんにとって良い機会になれば幸いです。以上です。ご視聴ありがとうございました。今後も一緒に人生次元について勉強しませんか？もしよかったらチャンネル登録のボタンをクリックしてください。それではまたよろしくお願いします。